どうも、ドズルです。はい、ということで今日もクラッシュロイヤルやっていきたいと思います。今日はですね、日本ナンバーワンプレイヤーであるこちら、ラッドウィンプスさんを紹介していきたいと思います。ラッドウィンプスさんといえば、日本で一番最初に展開に到達した、プレイヤーです。で、前回のシーズンもね、ナンバーワンでフィニッシュしたんですが、展開ってのはトロフィー6400。6400ってえぐいですよね。私5000とかで結構アップアップなんですけれども、6400に到達したプレイヤーでございます。はい、ということで、ラッドウィンプさんが使っているデッキなんですが、こちら。これがね、すごく面白いデッキで、最近工場バーバリアンプラス三重視を使ったデッキがね、結構増えてきてはいるんですけれども、ラッドウィンプスさんの工場三重視の、ちょっとオリジナリティとして、ガゴムレとヒールをね、使っています。これがすごい面白くて、ガゴムレにヒールを使ってね、タワーを落とすパターンもありますし、三重視にヒールを使うパターンもあるということで、ちょっとリプレイの方、早速見ていきたいと思います。どうぞ。はい、ということで、リプレイ見ていきたいと思います。今日はね、たっぷり3つぐらい、リプレイを見ていきたいと思うので、ゆっくりね、見ていっていただけると嬉しいです。はい、ということで、今回はやっぱりこのデッキね、ヒールの呪文がすごくキーカードになってきます。ヒールの呪文をガーゴイルの群れにかけるのか、三重視にかけるのか、これね、相手の呪文、攻撃呪文だったり、相手のデッキによってね、変えていくんですが、今回の相手は、まずスケルトンラッシュのテンプレですね。ナイトと、ここベビドラで相手はターゲットを取っていきなりこれスケルトンラッシュで仕掛けてきました。で今回この工場バーバリアンでね相手のナイトとベビドラの攻撃を受け止めていったんですけれど、これすごいこう覚えておきたいポイントですね。このデッキ私も使わせていただいてるんですけれども、相手の攻撃を受けるパターンがナイトとスケルトンしかなくて、工場バーバリアンで受けるっていうのを覚えてからね、だいぶこう楽に戦えるようになったので、工場バーバの受けっていうのをね、一つ選択肢として覚えておきましょう。で、これが鉄板パターン。さあ、工場バーバリアンからのガゴムレ。で、ここですぐにヒールを打たないのが一つポイントで、相手の攻撃呪文が何なのかまだ分かってなかったので、ヒールを多分ね、ちょっと遅らせて打ちました。で、相手がポイズン打ってきたのを確認して、ヒーリングを重ねていって、一気にガゴムレでタワーを落としていく。こんな感じでございます。で、例えば相手が矢の雨だったり、ファイアボールを持っていたら、今の一瞬でね、ヒールを早めにかけていると、一瞬で、ガーゴイルの群れと工場バーバリアンやられてしまうので、かなりこう3コスト丸々損してしまうっていうのもあって、ヒールの呪文は相手の呪文を見てから今かけていく、スタイルでしたね。さっきのね、ガーゴイルの群れプラスヒーリングで一気にタワーを落とす爽快感っていうのはやっぱこのデッキならではのね、面白ポイントだと思うので、ぜひ試してみてください。さあ、ということで、ここで三重視プラス、工場バーバリアンで、一気に攻め立てていくんですが、このペアはね、かなり受けづらいですよね。工場バーバリアンも無視できないし、後ろのね、二重視も、工場バーバリアン先に処理しようと思ったら後ろから効果力が迫ってくるので、非常に厄介な組み合わせだと思います。さあ、ここでベビドラプラスガーゴイルの群れ、ガーゴイルの群れじゃない、ベビドラプラススケルトンラッシュですね。これがやっぱりこうスケルトンラッシュの嫌なところ、ベビドラでタワーのターゲットを取られながら、一気にねスケルトンラッシュで持っていかれました。でここはヒーリングをかけながら、今ヒーリングをかけてギリギリその工場バーバリアンをタワーに入れたのと、あとガーゴイルをね、生き残らせましたね。大ダメージにはつながっていかなかったんですけれども、相手にプレッシャーを与えていきます。さあ、ここでまた右に2つ分けました。多分ですけど右に2つ分けてプラス工場バーバリアンとかのね形を作っていきたい、感じでございます。さあ、ここで工場バーバリアン、これあれだな、左を狙っていくパターンか。左に工場バーバリアンでガーゴイルの群れ一気に重ねて、さあここで相手がスケルトンラッシュを使ったのを確認してから一気に左にガーゴイルの群れを追加してヒーリングが決まった。気持ちいいですね、これは。今の、ラッドウィンプスさんの攻めは無理やり左から攻めたわけじゃなくて、相手がスケラをね、単体で出してきたんです。左後ろに単体で出してきて、でそれを見て多分コスト的にね守りきれないと思って一気に工場バーバリアンプラス、ガーゴイルの群れプラスヒールでね、キングタワーを落としに行ったという感じでございます。はい、ということで2つ目の、リプレイ見ていきましょう。2つ目のリプレイは、今すごく流行っている、クロスボウデッキですね。クロスボウデッキにもいろんなテンプレあるんですが、クロスボウはやっぱ強いですよね。結構ランカーの方も、使っている、デッキとなっております。さあ、ここでまずは工場バーバリアンの受けから、これもすごいですよね。工場バーバリアンで受けて、工場バーバリアン今分かりましたかね。工場バーバリアンって1回こう
なんて言うんだろう、みこしって言っていいのみこしっていうか、上の木を落としたタイミングで、一回ターゲットが完全に外れるんですよね。これ、いいところと悪いところがあって、今みたいな感じで、クロスボウのターゲットがすり抜けて、タワーに行ってしまうっていうのが悪いところ。いいところは、ライトニングの飛来針になります。ライトニングって範囲内にある体力が高い3つの、ものを、ね、攻撃していくと思うんですが、例えば三重視プラス、工場バーバリアンがいる範囲内にライトニングを打つと、こう理論上っていうか、工場バーバリアンに一撃、三重視のマスケットに2撃っていう、2撃3撃って入るのがこう当たり前だと思うんですけれども、なぜか工場バーバリアンは工場バーバリアンのみこしバーバリアンって言ってね、3回とも工場バーバリアンで受け止めてくれるので、ライトニングとかとは非常に相性がいいですね。さあ、ここヒーリングで一気に、ごめんなさい、喋ってる間にヒーリングで左から一気に、ヒールガゴムでですね、ここで決まっていく。いや、これがね、やっぱ強いですよね。で、今のところタワーを落としているのが、このヒーリングプラスガゴムレだけなんですけれども、三重視の、相方っていうか、三重視のセパレートにかけていくパターンも、もちろんあります。で、ライトニングを持っている相手には、なかなかね、ちょっとこう、三重視プラスヒーリングっていうペアは見れないんですけれども、ファイヤーボールとかだと、例えば、なんて言うんだろう、三重視の2つに分かれた方に、多分皆さん、ファイヤーボール打っていくと思うんですが、ファイヤーボール打たれたとしても、瀕死のね、三重視がまた復活することができるので、そうなるとやっぱり強いですよね。9コスト分の6コスト分が3コストで、回復できると考えれば、かなりお得な、呪文になっているんじゃないかなと思います。さあ、相手はね、ファイヤーボール持ってるんですけれども、ファイヤーボール使ったのを確認して三重視。このデッキね、結構こう、なんて言うんだろう、ファイヤーボール枯渇事件簿じゃないけど、相手のファイヤーボールがね、確実に枯渇する編成ですよね。三重視に使ったらガゴムレが生きるし、ガゴムレに使ったら三重視が生きるしで、もう本当に相手の呪文がね、枯渇していく、デッキなんじゃないかなと思います。ここもキングタワーを落としてフィニッシュ。いや、これね、別に弱い相手を選んでるわけじゃないですよ。皆さん、この、なんていうんだろう、トロフィー隊にいる方って、もう、各国を代表するじゃないけど、すごいプレイヤーばっかりなんですが、そんな相手にもね、もうバシバシキングタワーを落としていく、ラッドウィンプさんのこのヒールデッキはね、もう恐ろしいの一言。さあ、ということで、最後のリプレイ見ていきましょう。最後は、確か枯渇ホグだったかな、バレルホグですかね。結構増えている、デッキかなと思います。増えているっていうか、ちょっと前から、流行ってて、最近若干落ち着いてきたかなっていうデッキなんですが、さあ、ここは枯渇に普通に、ローリングッドを転がして、ゴブリンバレルは対処していく。バレルもね、いろいろ落とし方があって、ちょっと今度ね、動画でまめたいと思うんですけれども、影っていうか、バレルの飛び方によって、こう、どこに落ちるかっていうのが、ある程度予想できるらしくて、ちょっとそこのね、やり方とかをちょっと今度動画でまとめていきたいと思います。さあ、ここヒーリング。このヒールの呪文がね、面白いですよね。相手はだって100%これ、なんて言うんだろう、追加呪文打ってくるリスクはないわけで、なんて言うんだろう、相手からするとね、不意打ちですよね。フリーズ的な使い方というか、こう相手の不意打ちを狙ったね、今、相手は、なんて言うんだろう、プリンセスを出して処理していたので、相手不意打ちを狙ったヒールはね、結構刺さるんじゃないかなと思います。面白いですよね。ヒール一つとってもこう一気に攻め立てる時の相手のポイズンのアンチ呪文としてヒールを使ったりだとか、今みたいな感じで不意打ちを狙ってヒールを使ったりだとか、いろいろね、ガーゴイルに使うパターンでもヒールの、バリエーションがあるなと思います。で、相手がこうファイヤーボール確実に使ってくるなっていう時は、ヒール打ってしまうとね、3コスト無駄になってしまうんですが、ここは相手のこう出方とか攻め方とかを見て、よくよくね、こう研究して、やっていくっていうのがこのデッキの面白いところです。多分ね、このデッキこう、なんて言うんだろう。使ってみようって言って使い始めてすぐは負けまくると思います。私もちょっとラッドウィンプさんのこのデッキすげえってなってこのリプレイいただいてからちょっとね練習してみたんですけれども、初めなかなかねこうヒールを無駄打ちしちゃったりだとか、うまく攻めれなくて、なんでこんなになんでこんな攻めれないんだろうと思ってたんですけれども、だんだんこうやり方が分かってくるとすごく面白いデッキです。さあここは、ヒールも無駄に使わずに、相手にユニットを使わせて、でここからまた組み立てていく感じですね。
三重視っていうのがね、やっぱ一つこのデッキの面白いポイントというか、相手に呪文をやっぱ使わせる、カードじゃないですか。三重視とか、ガーゴイルの群れとかは、やっぱり相手は呪文なしではね、なかなか対処できない呪文、カードなので、そういったところでね、こう、うまくカードの特性を活かして、デッキ作りされているんだなと思います。さあ、ここは相手のホグに、三重視を分けていって、ファイアボール使わせました。ファイアボール使わせてからの右から、さあ、三重視が迫ってきて、でここでガーゴイルの群れ追加のヒーリングかな、もう間違いなくヒーリングを構えている。さあ、工場バーバリアンからのヒーリング、素晴らしいですね。こんな感じで、工場バーバリアンを追加したんですね、今。はい、ということで、こんな感じでラッドウィンプスさんの攻めを、3つ、紹介させていただいたんですけれども、3系統結構最近流行ってるデッキに対しての、リプレイでした。で、このデッキ本当にこう使い始めはね、難しいです。やっぱ工場バーバリアンの使い方だったりとか、ヒールの使い方がなかなか慣れない部分があって難しいんですけれども、慣れるとね、すごくこう気持ちいいポイントがはっきりしているというか、すごくこう、ヒールガーゴイルの群れとか決まった時ね、すごい気持ちいいので、ぜひ、使ってみてください。ということで、今日の動画は、ラッドウィンプスさん、セリカスクエアのラッドウィンプスさんの、攻めを紹介していきました。ラッドウィンプスさんもね、最近 YouTube を始めたらしくて、ご自身でも解説している動画があるので、そちらもね、ぜひ気になる方、チェックしていただけると嬉しいです。で、セリカスクエアのリーダー、那須の未来さんもね、毎日動画を投稿しているので、こちらもクラロワ動画、ぜひチェックしてみてください。ということで、今日の動画、こんな感じでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。